私は今、富士山5合目に来ております。はい、こちらなんとですね、今年2回目の富士登山ということでやってまいりました。3週間前にですね、8歳の娘と2人で登ったんですけれども、その時は8合目まで、登ることができたんですが、娘が高山病になってしまい、今回ね、1人で、富士登山挑戦していきたいと思います。いやー、1人でね登山することもなかなかないですし、富士山何回か登ったことあるんですけれども、1人で登るというのは初めてなので、ちょっとね、ワクワクドキドキしております。はい、それでは行ってみましょう。はい、今ね5合目出発して6合目に向かって歩いてます。今日ね、9月9日なんですけれども、富士山は9月10日明日ですね。明日で閉山するので結構ギリギリなんですよね。はい、今日山小屋に泊まって明日登頂にアタックするので本当ギリギリで、今回ね急遽ね富士山に来ようと思ったわけなんですけれども、もちろんね前回娘と8合目までしか行けなかったっていう、ね、ところがありますけれども、それ以上にねなんか一人で富士山に登ってみるっていう経験もねなんか面白いんじゃないかなということもあり、今回ねもうギリギリですけれども決断しました。天気は、結構曇ってますね。はい、前回の方が5合目は晴れてましたけれども、富士山の天気は変わりやすいので、はい、この先ですね、はい、今日明日晴れてくることを期待しましょう。今回ね一人で登山するので撮る相手がいないんですね。はい、なので、動画的にねこう一人で黙々と風景とか撮るのもちょっとどうかなと思ったので、よく登山って人生に例えられますよね。上りもあれば下りもあるみたいな感じで、はい、なので、ちょっと人生振り返ってね、はい、ちょっと富士山と人生について語っていきたいかなと思います。はい、最初の分かれ道ですね。山頂は右側ですね。はい、左側は、5合目吉田口の5合目の方に行きます。人生においてもですね、いろんな岐路があると思うんですけれども、その時により険しい方を選ぶと後々ね楽になったり早く目標にたどり着くっていうのが、自分の、実感ですね。はい、そのように思います。迷ったら険しい道を行くということですね。はい、それが非常に大事なんじゃないかなと思います。今5合目から6合目の中ほどにたどり着いたでしょうか。ちょっとね霧も少しだけ晴れてきましたが、まだでも白いですね。上の方全く見えずですね。100メートル先真っ白。前回よりきつく感じます。前回ね娘と一緒だったのでかなりゆっくり来たんですけれども、今回ね一人なので結構早くね歩いてきたんですけれども、やっぱり一人だとね疲れるのは早いですね。ここからはね、はい、上り結構急になってくるので、ゆっくりね登っていきたいと思います。6合目手前最後の関門、岩場がねちょっと寄ってきましたね。はい、ここを過ぎたら6合目間近です。頑張ろう。はい、6合目に到着しました。30分ちょいですね。順調に登ってきました。天気もね、良くなってますね。はい、日差しも今ちょっとだけ出てきて、
まだ雲はいっぱいありますけれども、非常に、登山日和な感じがしますね。はい、ここでちょっと休憩していきましょう。今回の登山ね、一人で登ってるわけなんですけれども、登山っていうのは、人生というね長い旅路に非常に似てると、人生って結構これで決まるんじゃないかなっていうことが一つ思い当たるんですよね。人生においてすごく大事なことの一つに決断、そして実行、行動ですね。やると決めたらやる、これがね非常に重要だと思うんですよね。例えば、富士山一つ取ってみても、年間何十万人の人がね富士山に登るわけなんですけれども、それ以外の人もね、富士山にいつかは登ってみたいとかっていう人は結構いるんですよ。でも実際に登る人っていうのはごくわずかで、それを実際にね決断して行動に移せるかどうか、それってすごく重要な要素だと思うんですよね。富士山の例え以外にも、例えば仕事一つにしても趣味にしても、何か自分がやりたいことがあって決断してやると決めると、でそれを即行動に移す、もうそれでね全て決まるような気がします。で実際、決断して行動してね失敗することってよくあって、YouTube やっててもうかれこれ8年以上やってるんですけれども、失敗の連続ですよね。失敗しながらもその中で次回どうしたらいいかっていう改善点を見つけてどんどん良くなっていって、最終的に成功すればねそれはいいわけであって、いろんなことを実践してね行動に移していくわけなんですよ。でも最初ねそれを何かやろうって思った時に行動しなければ、それを実践にね移さなければ何も達成できないので、やっぱりね何かやるってなった時に実際にそれを行動に移す、失敗を恐れずにやるっていうのがすごく重要だと思います。だから、前回ね私8歳の娘と一緒に、富士山来て、てっぺんまで行けなかったんですよ。頂上まで行けなかったんですけれども、行ってよかったなって本当に心の底から思います。この経験がね私自身もそうですし、娘にも後々ね生きると思いますし、今後ね、山登りにしても人生にしても決断して実践する、それがねいかに重要かっていうのを身に染みて感じるというか、思うんですよね。私も本当こんな人生になると思わなかったです。もう YouTube8 年以上やってますけれども、脱サラしてサラリーマン10年ぐらいやってね、 YouTube 最初うまくいくかどうかなんて全然わかんないですし、もう試行錯誤しながらやってきて、いろいろチャレンジしてね本当良かったなって思います。なので人生にね今ちょっと行き詰まってる方はぜひ自分が思ってることとかね、夢だったり目標をねぜひ実行して頑張ってほしいなって思います。休憩以上。それではね7合目目指して頑張ろう。山頂まであと5キロ。ここからジグザグ斜面ですね。まだ山小屋は見えないですけれども、ここから上りできついですね。いや結構きついですね。人生でもそうですけれども、最初ね順調にいっててもやっぱどっかでねつまずくところはあるわけで、険しい道のりたくさんあります。でもねそこを登らなければてっぺんにはたどり着けないので、そういった道も人生にあるよと。もう自分の持久力、
根性、精神力が試される、そういった時は必ず険しい道のりですね。はい、人生においても登山においても険しいところは必ずある。もうそれを乗り越えた先に素晴らしい景色が待っているのであってね、簡単に素晴らしい景色は見えないです。いやでもここからでもすごい景色です。ちょっと晴れてきました。山小屋もちょっと見えてきましたね。山小屋が見えてきました。頑張ろう。晴れてきましたね。いやすごい綺麗です。湖も見えてますね。山中湖が正面に見えてます。いやすごい綺麗。ちょっと幻想的な感じです。左側はちょっとまだ曇ってますけれども、非常に綺麗ですね。6合目から7合目、ちょうど中間ぐらいでしょうか。またちょっとガスってきましたね。はい、さっき晴れかけたんですけれども、ちょっとまた白くなってきました。やっぱ山の天気は変わりやすい。明日は晴れてくれることを祈ります。今7合目手前まで来ましたけれども、晴れてきましたね。太陽が顔を出してきました。暖かいです。ちょっと暑いぐらいですね。いや、よかったよかった。天気に恵まれて、ここまで順調に登ってきてます。いや山小屋まであと少しですね。山の方はやっぱりちょっと霧がかってますね。先月ね3週間前に登ってるだけあって、余裕はかなりありますね。はい、もう今年ね2回目なのでね、だいぶ楽ですけれども、一人なんでね気を引き締めていきたいと思います。岩場が見えましたね。前回娘が非常に苦戦していた岩場ですね。はい、大人だったらね、そんなに手つかなくてもスイスイ登っていけると思うのでね、怪我だけしないように注意していきましょう。最初の山小屋、花小屋が見えてきました。花小屋着きました。いや程よい疲れ。いや気持ちいいですね。ちょっと休憩している人が多かったので、このまま次の小屋に向かいたいと思います。また岩場ですね。いや結構改めて見ると結構急だよな。いや娘はよく頑張って登ったな。本当頑張った。ここは本当はね、手袋持ってるんですけれども、初めて登る人はね、軍手とかね手袋をした方がいいと思います。安全のため。2つ目の日の出館ですね。はい、ここも素通りしていきましょう。7合目巴館着きました。いや晴れてきましたね。
すごい山中湖、河口湖がくっきり見えます。この次、釜岩館ですね。前回娘と宿泊したところです。そこで休憩しようかな。こちら9号場ですね。7号目の9号場。はい、こちら前回娘がお世話になった9号場です。こちらでね、酸素ボンベ吸わせてもらって回復したので、本当に感謝してます。ありがとうございました。今はもうやってないようですね。もう明日で閉山なので、もう9号室はやってない感じですね。シャッターが降りてます。あとちょっと頑張りましょう。もう次ですね、釜岩館。いやー、前回きつかったな。一人で登るより前回きつかった気がする。はい、釜岩館到着しました。いやー、いい眺めだ。気持ちいい。いやー、すごいな。雲が超綺麗。懐かしの釜岩館。いやー、3週間前にここに来たんですね。懐かしいです。よし、あと山小屋2つですね。最後頑張ろう。やばいやばい、ストックを忘れてた。今ストック忘れて登るとこでしたね。危なかったです。登山してる時って結構荷物あって忘れ物がね多いんですよね。今日も、車で高速乗る手前まで来た時にね、忘れ物を思い出して、カメラの三脚忘れたと思って、三脚がないとね一人で自撮りできないんですよ。はい、それ忘れちゃったからね、急遽戻って。忘れ物すると結構ね致命傷ですね。5合目とかで買えるものもあるんですけれども、はい、ないものもあるんでね、特にカメラ機材はね山小屋とかね売ってないんでね、忘れ物しないようにね気をつけたいです。富士山山頂まであと 3.4 キロですね。本日泊まる小屋、鳥居荘が近づいてきましたね。鳥居がねマークになっているので非常に分かりやすいです。なんかここで記念写真を撮る外国人が多くてちょっと渋滞してますね。はい、鳥居荘到着しました。いやー疲れたな。でも景色は絶景ですね。はい、ちょっと一休みしましょう。はい、前回娘もねここまではすごく元気だったんですけれどもね、はい、この後の岩場でちょっと体調を崩してしまってね、そこから下山しましたけれども、いやなんとか無事本日の小屋まで到着しました。ちょっと一休みしましょう。いやー登ってきましたね。いやだいぶ雲が下の方にあります。みんな頑張って登ってますね。いやー景色綺麗、すごい綺麗です。やっぱこの登山においてね、景色っていうのは非常に大きなご褒美の一つですね。やっぱり登れば登るほどどんどん景色も綺麗になっていくし、いろんな変化があってすごく目を楽しませてくれます。これ人生も一緒でね、もう最初はねみんな一斉にスタートして同じような景色を見てるわけなんですけれども、もうちょっとずつねコツ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 継続して登っていくことによって見られる景色というのもね変わってきます。もうあらゆることでねこれは言えるんじゃないでしょうか。YouTube やってても思いますし、最近ね私筋トレし始めて1年ぐらい経つんですけれども、最近はねほぼ毎日朝筋トレしに行ってますけれども、やっぱり
コツコツ努力してね継続すると数ヶ月後1年後にはね全然違う景色が見られます。YouTube やっててねほんと8年ぐらい経ちますけれども、まさかねこんな景色が見られるとは思いませんでした。いや本当にこれは本当やっててよかったなと思います。いや人生も登山もね自分の頑張ったところにね大きな景色が待っているので、これがね登る原動力となってるんじゃないかなと思います。いやすっかり晴れてきましたね。はい、上の方は本当雲一つないですね。いやめちゃめちゃいい天気です。ガリちゃんここ覚えてる？ほらここ鳥居、そう夜ねひかりちゃんギリギリ元気だったところだね。頑張れ、もうちょっとだよ。よし、あと5段。着いたね。頑張ったね。いやこれね今日一人で歩いたけど結構きついよ。大人でもねやっぱここまで登ってくるの結構きつい。いやひかりよく頑張ったね。いやもうすぐご飯です。今日はカレーライス。ご飯できました。行きます。じゃあね。バイバーイ。バイバーイ。ご飯を食べ終わってね、ちょうど夕暮れの時間です。いやこの時間が本当に美しい。本当美しいです。もちろんね富士山登る方はねご来光目当てでね登る方多いんですけれども、夕暮れ時もめちゃめちゃ綺麗です。はい、いやすごいな。この景色はやっぱり登山の醍醐味ですね。なんていうんですかね、もうこの二度とない景色、二度と同じ景色はない。なんか雲の形もね微妙に違うので、もうこれは本当に一期一会ですね。いやもう本当感動です。いやもう感動してます。はい、じゃあ明日に備えて休みたいと思います。次回夜の富士登山。静寂に包まれた道を進み、山頂で迎えるご来光を目指します。広がる雲海と剣ヶ峰からの絶景が広がる瞬間をお届けします。心に刻まれる絶景をどうぞお楽しみに。チャンネル登録をしてお待ちください。